将来的にね、人工胃腸が実現した場合、現在は技術的に不可能ですけど、一つね、面白い話があって、日本ではフードロスが問題になってますよね。年間一人当たり45キロ、確か1日お茶碗1杯分ぐらい捨ててるみたいです。で、じゃあそれを解決するために、お金持ちの人がね、一応人工胃腸に変えるじゃないですか。で、毎日生ゴミを食えばいいと。はい。そういうヨタ話から始まりました。で、今日はですね、全然関係ない話題なんですけど、私の6月1ヶ月間の栄養分析について。毎日ですね、毎食全部重さを測って、外食した場合はちゃんと写真撮って、どれぐらい食べたかっていうのを一時全部計算したんですね。そしたらですね、私の食生活のだんだん傾向が見えてくるわけです。よく食べてるものは何か、どのような栄養が取れているか、逆に不足してるかみたいな面白いなと思ったんですけど、これ見ると、塩分については普段から気をつけてるんで、全然大丈夫ですね。3グラムとか4グラム台ぐらい。これって結構日本人の平均からすると低い健康的な値と言えると思いますね。また私血圧が低いんで逆に塩分取った方がいい説もありますね。ビタミン C に関しても気をつけてはいるんで、結構取れてるかな。そもそも毎日必ずフルーツは一つ食べてます。ビタミン C がやっぱ豊富なので、キウイだったり、オレンジだったり、グレープフルーツだったり、いろいろ食べてるんですけど、やっぱりね、他の哺乳類の犬とか猫とかと違って、人間は雑魚なので、自分の体内でビタミン C 作れないですから、やっぱ取るしかないんですよね。最近は結構生で、例えば大根とかピーマンとか食べたりしてますね。でもね、問題があって一つ。とにかく日によってカロリーの摂取量のばらつきが大きい。ガタガタなんですね。で、こうやって PFC バランス見ても、タンパク質多すぎ、炭水化物少なすぎみたいな、そんな問題もあります。私のビタミンで不足してるのが、ビタミン A とビタミン B 群、ビタミン B1、2、6、12、それからそのビタミン D、ミネラルに関しては、亜鉛とかカルシウム、マグネシウムあたりが不足してるみたいです。で、こういうのが私の食生活の偏りが見えてくるんですよ。何かっていうと、私はね、そのロカボダイエットにきちってたんですね、一時期。別の動画で見てくださいました。重い内容なんで、見たい方だけど。で、私はその関係で糖質の高い野菜を下げてたんですよ。人参とか玉ねぎとかね。なんだけど、じゃあ人参はビタミン A、ベータカロテンが豊富なんですね。玉ねぎだってオリゴ糖がいっぱい入ってますよね。これはその腸内細菌の餌になります。だからこの糖質っていうのは、確かに糖質ではあるんですけど、また別の使われ方をしたりするわけですよね。やっぱダメですよ。そういう栄養豊富な野菜を下げちゃう。そういうことを考えると、一概に栄養ってだから、これは食べた方がいい、これは食べちゃダメみたいな、だからそういうのではないんですよ。要するに、食べ物が原因の病気って、特定のものばかりずっと食べ続けることによって起きてる感じがするんですよね。だから、どっちかっていうと、これはダメ、これは食べた方がいいっていうよりは、常にローテーションすることが必要。だから同じものばかり食べるんじゃなくて、今日はこれを食べたから、明日はこれにしようみたいな、ずっと変えていく必要があるんですよね。そこに気づきました。例えばですけど、雑穀米とか玄米とか、フチン酸っていうのが入ってて、それがその鉄分とかそのミネラルの吸収を阻害するんです。さすがにね、一日その一杯玄米のご飯食べる分にはなんともないですけど、ずーっと毎食ずっと玄米ばっか食べ続ける。それはそれでミネラルの吸収を阻害しちゃったりするの良くないかな、みたいな。そういうのもあったりとか。で、他にもじゃあ逆に、いろんな別の食材とも合わせて食べないで意味ないよとか。じゃあちょっとチャット GPT に吸収効率が上がる組み合わせっていうのを打ち出してもらいましたけど。以前も紹介しましたけど、カルシウムとビタミン D の組み合わせがまず最初に来てますけど。例えばですよ、鉄分とビタミン C、脂溶性ビタミン、ビタミン A、ビタミン D とか、それと脂質、油ですね。じゃあ例えば野菜をただ食べてもビタミンが吸収されないので、何かしらの油、私はただのオリーブオイルとかごま油とかかけてますけど、それだとあんまり美味しくないなって方は別にドレッシングでもいいんですよ。塩分が高いとか言って健康に悪いとか言われますけど、逆にビタミンの吸収は助けてくれたりするわけですね。だからほんとね、栄養の話はね、マジで難しいです。私もまだ全然勉強したてなんで、いい加減なことやってるかもしれない。専門家が見たらね、失笑もんかもしれないですけど、でもこれからもね、健康な生活を目指して頑張っていきたいと思います。ということで、これからもフュージョンクイジーンよろしくお願いします。